ます。お願いします。お願いします。広い。このチャレンジで自分がどっちが好きなのか、何が似合うのか、何をチャレンジしてみたら届けられるのかっていうのを自分も知りたいし、周りのメンバーたちと一緒にそういうのを作っていけたらいいなって。変わってるなって思いました。なんか全然アイドルとしてだいたいこういうのを作りますみたいなのじゃなくて、出来上がったメンバーからコンセプトを決めるみたいなのが多い中で、このオーディションってコンセプトがあらかじめある中でメンバーを選んでいったりだとか、そこに選ばれに行ったりだとかっていうような、なんか少し他のオーディションとはアプローチが変わってくるのかなっていうような印象でした。今までだったら悩んで応募締め切りになりましたとかなっても、正直言い方はあれですけど後があったっていうか、他にも選択肢があったけど、自分を振り返ってきてその経験、その後悔はもう今の年齢ではもう一生できないっていうか、しちゃいけないなっていう気持ちがあって、なんか悩むぐらいだったらやっぱ応募した方がいいなっていう気持ちに切り替わって今回応募しました。私が韓国のオーディション行ってる時って、やっぱ日本人より韓国人の方が歌が上手いとか結構言われてきてて、すごい悔しい思いをたくさんしたんですよ。けどこのオーディションを通してみんなのパフォーマンスを見たりとかすると、歌がみんな上手くて、なんかで踊りも上手いから、なんか日本やったなと思いました。ブラックとホワイトに分かれて、今までいなかったオーディションだなって思ったので、やっぱりもっとやってやろうっていう気持ちが芽生える、いいライバルも同期として生まれるし、すごくいいプロジェクトだなって。一次審査の内容はダンスパフォーマンスとボーカルパフォーマンス。審査するのはダンサーの椎名くるみさん、ボイストレーナーの今井正樹さん。候補者それぞれが持つ個性と覚悟をありのままぶつける場。見せるか埋もれるか、最初の挑戦が今始まる。お願いします。インドネシア出身21歳小柳恵美です。11月29日生まれ、いい肉って覚えてください。はい、はい、生まれも育ちもインドネシアです。はい、日本に来ました、一人で。はい。一人で？はい。そういうこと言いなさいよ。すごい表情管理、見せ方、自分の見せる力はすごいいいなと思って、でダンスの面で言うとしなやかな踊りはい
いいんだけど、それに引っ張られすぎて全部がぐにゃぐにゃして見えるから、そのしなやかさを、生かしつつ、今後はもっと止めだったりストップの時間とか一つ一つの踊りのクオリティを上げられたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。佐藤風花です。ずっとオーディション番組を探していて、ずっとアイドルになることが夢だったんですけど、事務所に入りながら受けられるオーディションがあまりなくて、受けなきゃ絶対後悔しちゃうだろうなと思ったので受けました。すごく緊張しいな性格なんですけど、もっともっと成長していく姿を見せられるよう一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。こういうオーディションとかをよく受けました。初めて。そうか。で、今回歌ってくれた曲は、でもキーが、このキー。もともとのキーではちょっと歌えなかったので、ヨルシカさんが歌ってる、カバー曲の方をカバーしました。それを歌わせていただいた。ちょっとだから歌を見るっていう立場で言うと、やっぱりまずその自分に合ったキーっていうものをやっぱり出せないと、声の魅力が届かないので、ちょっと曲のキーをミスったなっていうのがちょっとあって、やっぱり自分の歌いやすい高さのもの、自分に合うものっていうものをやっぱりチョイスするっていうことをしないと、自分でさえ声が出せないので、そこはちょっと惜しかったなと思うんですよ。だからちょっとそこら辺もちょっとこの先は気をつけてもらったらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。一番緊張しました。評価をしていただいたんですけど、歌が自分に合ったキーをちょっと選ぶことができなくて、選曲はちょっと誤ってしまったかなって思いました。はじめまして、埼玉県から来ました19歳の宮と申します。声も顔も不器用なとこも全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい。君との日々もきっと知ったきっかけは最初のメンバーの発表のツイートを見て、もう受けようってなったのがきっかけです。やっぱホワイトとブラックっていうところで結構自分はいい子ちゃんを演じてたわけではないんですけど、いろいろと言葉にするのが難しいんですけど、すごい刺さったっていうか、自分を殻に閉じ込めちゃってたようなところがあったので、見た時にこのオーディションはそれを破れることができそうだなって思って受けました。すいません。堀葉月です。よろしくお願いします。見た目もそうなんですけど、身長が私146センチしかなくて、それもコンプレックスに感じていた時期ももちろんあって、そのオーディションとか面接に行っても身長がなとかスタイルがなとか言われることも多くて、でも今回のオーディションは身長制限もなくて、その見た目が可愛いからこうありなさいっていうその呪縛みたいなものをなくしていいんだよっていうお話だったので、可愛らしさの中にある本当は思ってることでも言葉にできないこととかを歌とダンスを通して言葉じゃない表現の仕方で届けたいなって思っています。I don't need a guitar
まして、静岡県から来ました20歳唐沢ひなたです。私は半年間台湾で暮らしていたことがあるので、今から中国語で、その時に覚えた中国語で自己紹介したいと思います。Hello， 大家好，我是可爱的 Hina 抱抱。我今年20岁，我喜欢 QQ 的地瓜球。今天很开心，Hina加油！谢谢大家，ありがとうございます。すごいびっくり、そんなことができるんですね。すごいいろんな魅力があるなって。すごい自分のパフォーマンスの良さとか、すごい自分でちゃんと自分のことを分かってるなっていうのがすごい伝わってきたし、それをちゃんと自分で分かってるだけじゃなくって人に伝えるパワーもちゃんと持ってる人なんだなっていうのをパフォーマンスから感じました。で、どんなアーティストになりたいですか？自分的に、ホワイトかブラックかって聞かれたら、ホワイトかなと思うんですけど、ホワイトってやっぱり一見可愛いイメージだと思うんですけど、可愛いだけじゃダメだと私は思っているので、可愛い以外に意外な一面だったりとか、そういうのを見てくださってる方に伝えたら、もっとこの子のこと知りたいとか、より沼るっていうか私も思うので、可愛い以外にも例えばブレイキンとかそういう一つだけじゃなくて、他にもこんな一面もあったの、こんな一面もっていうのをどんどん自分の中で自分の魅力を増やしていきたいなと思ってます。で、自分にしか出せないパフォーマンスだったりとか見せ方をして、私が憧れているアーティストさんのように、私も誰かに憧れてもらえるようなアーティストになりたいなって思います。ありがとうございます。もっといろんなひなたちゃんが見たいですありがとうございます。ありがとうございました。Once or twice, dug my way out from the fire. 三坂咲です。普段はオーディエンスの皆さんは歌を聴きに来たり、他のアーティストさん、音楽が好きな人たちが聴きに来てくれてるっていう中で、その人に向けて歌うのと、これから一緒に仲間になっていくであろうメンバーだったり、これから一緒にこの活動をしていくであろうスタッフさんとの前で何かをするっていうのは、なんかパワーのぶつけ方が違う感じがして、あんまりない経験なので緊張していたんじゃないかなと思います。もう本当に多分見てる人がみんなすげえってなってると思うんです。本当にパフォーマンスも素晴らしかったで、やっぱりもう歌い出す前のまず表情を作って、もう歌い出す瞬間からもう空気を変えてるので、もうそこでもうエンターテインメントが始まったっていうところがやっぱりもう経験値の
大きさっていうのもすごい全てにおいて出てて、まあそのね活動長いのも知ってるし、やっぱりそういうところから今こうやってまたさらにチャレンジするっていう気持ち、なんかそこへのなんか覚悟みたいなものも全て現れてたと思うので、そこがこの先期待してます。お疲れ様でした。ありがとうございます。もともと小学校4年生の時からライブをしてたんですけど、当時それこそ今回出てるりねちゃんが私と対バンで一緒にやったことがあって、小学校の時に。でそっからずっとめちゃくちゃ頻繁に会うわけではないんですけど、お互いインスタとかフォローし合ってて、まあ同期まではいかないですけど、結構長い期間、幼少期からずっとこの活動をやってるっていうところでりねちゃんがオーディションに出るっていうのを見て、私もやっぱり今年22になってやっぱり自分の人生の転機はいつでも挑戦をした時と進化をし続けることだと思うので、りねちゃんも出てるんだし、私も今一歩踏み出す時なんじゃないかなと思って今回のオーディション受けました。吉田りねです。中学生の頃にメジャーデビューして、それからずっとソロとしてアーティスト活動をやってきたんですけど、やっぱりすごい新しいものをやるのがすごく好きな人間で、だから今回の企画もこういうブラック&ホワイトっていうコンセプトがあって、こういうオーディションがあるって見た瞬間に、あ、やってみたいってポッてすぐ思ったんですよ。でもそれを私はずっとこの何年もこの気持ちを大事にして生きてきたので、そのやりたいって気持ちが正解だと思って、みんなで家族としてどんどん上に上がれるグループになればいいなって思ってます。この会場に来たらみんな感じてると思いますけども、歌が大御所すぎる。そんなことないですよ。もうだってマイクの外し方もね。マイクの外し方から何からもうすごい大御所感があるし、まあ何よりやっぱりもう歌の力、本当にもう歌声の力でやっぱ見せる届けるで、それを突き刺すようなもうパフォーマンス力という面ではやっぱりもう積み重ねたものがすごくあるし、もう本当に大御所感しかなかったので、もう本当に言うことないです。素晴らしかったです。はい、静岡県出身23歳の萌木です。現在は TikTok で活動していたり、ZIPPER の専属モデルとして活動しています。今日は、一人のアーティストっていう意識を持って精一杯頑張るのでよろしくお願いします。やっぱ今まで SNS でもずっと活動してきて、その SNS の自分とそのアイドルしてる萌ピっていうのがやっぱり両方あって、なんかそれを別々にするっていうわけじゃなくて、こううまく自分の中で消化してやっていけるっていうのがやっぱ自分の一番やりたいことだったので、あ、こんなオーディションやってるんだって気づいて、あ、絶対自分もこういうコンセプトもすごい素敵で、なんか自分をさらけ出していいんだみたいなコンセプトだから、なんかすごく私が一番やりたいって思ったコンセプトだったから、もうすぐに応募しました。Just can't
全てにおいてきっとなんかもう見られるっていう意識をずっと持っている人だなと思って体験してました。で、歌に関して、ラップに関してはすごく、かっこよかったです。ただ細かいところ突き詰めるともちろんパーセント惜しかったなとか音程のところちょっと惜しかったなとかはあるんだけれど、でもそんなものをひっくるめて踊りもそうだったけど、なんか全てをちゃんと自分の本当にさっきおっしゃってた個性っていうところを確立しているので、なんかそれでもうすでにこの空間をちゃんとこう見せるっていう、もうエンターテインメントとして見せるっていうのをちゃんと成立させてきているので、そこはやっぱりもう経験値の差だなっていうのはすごく感じました。で、もう素晴らしかったです。で、声もすごく魅力的だし、いろんなところで欲しいところはあるけれど、多分そこが進化すれば、この個性はまたなんか違う個性にまだ分けるスペースがあるんだろうなと思うので、このままさらに躍動していってください。ありがとうございます。楽しませていただきました。はい。こんにちは。福岡県から姉妹で来ました妹のまりかです。みんなに負けず悔いが残らないよう全力で頑張ります。よろしくお願いします。君の川口まどかです。バックダンサーとかダンサーの方の仕事を最近もらっていたので、そっちの方で頑張っていこうかなと思ったんですけど、なかなかあまり今の時代ないような年齢制限で最後のチャンスとして姉妹で受けてみようかなっていうのはあります。はい、そう妹はもうずっとアーティストになりたくて、今もずっとオーディションを受けていたので、妹の方から一緒に受けようみたいな感じで、まあ一番の味方がそばにいてくれるっていう心強い存在がいて、すごく安心感はあります。こんにちは。福岡県から姉妹で来ました姉のまどかと申します。精一杯パフォーマンスさせていただきます。よろしくお願いします。歌に関してはまりかちゃんよりもお姉ちゃんの方が声はすごく芯がしっかりとしていて、ですごい安定感もあってすごく良かったと思います。で、なんか姉妹で声って似てるもんかなと思ったら、なんか発声の仕方が全然違ってより面白かったです。エナジーみたいなものがさらにここから出てきたらきっと素敵だなと思うので、なんかそこをさらに引き上げて、なんか自分の中にあるマグマみたいになんかあるはずなんだよ。でもそういうのが溢れ出るようななんか歌声、もうまず引き込まれてしまうような歌声になったら、もっとうまさだけで引き寄せることはなかなか難しくて、本当に人を引きつける力って、なんか思わず見とれてしまうもの、引き惚れてしまうものっていうものは、なんか力あふれるものだと思うので、さらにそこを引き出していってください。まだまだいける。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。僕この子好きだった。八木優愛ちゃんすごい好きだった。納豆の喋りから歌の表現力が今日一番良かった。超魅力的です。めっちゃアーティストだと思う。ゆうちゃん多分すごい考えてると思う。でもある意味こういう子がやっぱまとめてくれるのがいいのかもしれないですね。そうですね。ゆうちゃんに似てって書いてありますね。自分のいや、そうです。だから逆にこういう悩みますよね。未定って言ってる子の方がすごい正直だと思うんですよね。そうですね。一次審査を終えた参加者は34名。次の審査に進めるのは
わずか27名。「
待っているのは3人1組でのグループパフォーマンス。仲間と力を合わせ見せるチームとしての進化が問われる。なんか一番最初に名前も呼んでいただいたんですけど、なんか本当に私かなってちょっと戸惑っちゃうぐらいなんかすごい不安な気持ちがあったんですけど、名前を呼んでいただけてすごく嬉しかったです。普通に選ばれるだけでもすごく嬉しいことなのに、まさかのリーダーに選んでいただけたのが嬉しかった反面、責任重大だなって思ってます。でも本当に嬉しかったですね。やっぱりなんか審査してくれた方々が認めてくれたんだなって、まず一次審査の通過ですけど素直に嬉しく思ってます。もう良かったっていうのが一番最初に出てきて、一人審査の時に 100% でできたかと言われたら全然そうではなくて、もっと万全な状態でパフォーマンスをしたかったので、こうやってまたチャンスをいただけてすごい光栄ですし、責任も感じてちゃんと頑張ろうって思いました。次はグループでの審査でまさかのリーダーで、私はリーダーを人生でほとんどやったことがないので、なんかうまくできるかなっていう不安と、でもチームメンバーと話してみたら絶対うまくいくなっていうような予感と、リーダーとして自分ができることってなんだろうってなった時に、本当にリーダーなんていらないんじゃないかってぐらいチーム全体が意見を出してくれるし盛り上げてくれるので、なんかすごく心強い気持ちです。なので実際審査ってなった時もすごく自信を持って挑めるんじゃないかなと思ってます。多分次の審査は一人のパフォーマンスじゃないので、協調性の部分もしっかりグループとしてどういう、クリエイティブができたり、どういうポジション役割ができるのかっていうのを見られていくと思うので、そういうところを大切にしつつ、自分の出したいパフォーマンス、見せたい、伝えたい音楽を届けられたら大丈夫なんじゃないかなと思うので、楽しみにしててもらいたいなと思います。